こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニック初期の集大成、ソニック&ナックルズについて解説します。前回紹介したソニック・ザ・ヘッジホップ3の続編だな。その通りです。ソニック・ザ・ヘッジホップ3とこのソニック&ナックルズはもともと一つのゲームになる予定でしたが、スケジュールなどの関係で分作になり、前編がソニック・ザ・ヘッジホップ3、後編が、このソニック&ナックルズとなりました。このあたりの詳しい話は、以前投稿したこちらの動画を見ていただければと思います。そんなソニック&ナックルズは今から約27年前に発売されたゲームですが、ただの分作の後編ではなく、今でも驚くようなとてつもない仕掛けが施されていました。ほうほう、一体どんな仕掛けなんだ？その仕掛けも含めてソニック&ナックルズについて網羅的に解説していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。またこのチャンネルでは、他にもソニックのソフトやキャラクター紹介、ランキング動画や、最新作のレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは、早速スタートです。まずは、今作がどんなゲームなのかをご紹介します。先ほども少し触れたように今作はもともとソニック3と同じ作品になる予定だったため、ソニックたちのアクションなどの基本的なゲームシステムはソニック3と同様です。ストーリーも前作に引き続きデスエッグの浮上を狙うエッグマンを阻止するというものですが、同時にマスターエメラルドを祀る神殿が登場するなど、ソニックの世界観をより深く描写する物語になっています。そんなソニック&ナックルズですが、前作から大きく変わった点が一つあります。それは、プレイヤーキャラに初めてナックルズが追加されたこと。ナッコー。ソニック3では2人プレイの時しか使えなかったんだよな。ようやく操作キャラに追加されたってわけか。そういうことになりますね。一方でテイルスが操作キャラから外れてしまったので、今作の操作キャラはソニックとナックルズの2人です。ナックルズの物語は、ソニック編の後日談になっています。ソニックの活躍によって再び浮上したエンジェルアイランドに、エッグロボの生き残りが出現。島の平和を守るため、ナックルズが戦いに出るというストーリーです。またナックルズのアクションですが、ソニックアドベンチャーなどでおなじみの滑空や壁登りが今作でも登場します。一方でパンチ攻撃はまだ実装されておらず、主な攻撃手段はソニックと同じくスピンダッシュやスピンジャンプです。滑空にも攻撃判定があるので、これを使うのも手ですね。ナッコーは最初からだいぶ完成されてたんだな。なおナックルズ編ではステージこそソニック編と同じですが、一部ルートが変更されています。壁登りを使って進むルートがあったりナックルズでしか壊せない壁があったりするので、同じステージを2度楽しむことができてお得ですね。それでは続いて、今作のステージをご紹介します。今作には全7ゾーンに加え、隠しゾーンが1つ用意されています。基本的には1つのゾーンにつき2つのアクトがありますが、ゾーン5とゾーン6、隠しゾーンのみ1アクトです。つまり全部で13ステージってことか？いつも思うんですがあなた字頭いいですよね。それほどでも。それでは、今作に登場するステージをご紹介します。まずは第1ゾーン、マッシュルームヒル。キノコがはびこる丘陵地帯で、分作の名残からファーストステージにしてはギミックが多く、難易度が高めです。ゾーン2、フライングバッテリー。エッグマンの空中要塞に侵入していくエリアで、特にアクト1はスピードが出しやすい上に適度にギミックがあって楽しいです。BGM かっけー。ゾーン3、サンドポリス。名前の通り砂漠エリアで、非常に広大なステージになっています。アクト2では定期的に明かりを灯さないとお化けに襲われたり、どんどん砂が溜まっていく中を急いで進んだりと、難易度は高めです。ゾーン4、ラバーリーフ。溶岩が多いので慎重に進む必要がありますが、フレームバリアがあれば溶岩ダメージを無効化できるので格段に難易度が下がります。またアクト2になると雰囲気がガラリと変わるのも特徴的です。ゾーン5、ヒブンパレス。マスターエメラルドが安置されている神殿で、長さが短く敵も出てきませんがストーリー上重要なゾーンです。そして最後には、ナックルズとの決戦が待っています。ナッコー。ゾーン6、スカイサンクチュアリ。エンジェルアイランドの上空に浮かぶ神殿で、ソニック編では再発進したデスエッグを追いかけるために足を踏み入れます。道中ではソニック1の最初のボスや、ソニック2のフライングエッグマンと似た中ボスと戦います。一方でナックルズ編ではここが最終ゾーンで、ラスボスのメカソニックと対戦です。ソニックジェネレーションズとかマイクラコラボでもリメイクされてたステージだな。ゾーン7、デスエッグ。ソニック編の最終ゾーンで、宇宙に飛び出したデスエッグに突入します。ここはとにかくトラップが多く、何が何でもリングを死守しないとすぐに巣になってしまうステージです。特にアクト2では上下が逆さまになるギミックがあるので、さらに難易度が上がってきます。しかも最後にはボスに連戦があり、ここをクリアしないとまたアクト1からやり直す羽目に。非
これはトラウマになってる人多そうだな。通常はこのデス X ゾーンをクリアすればエンディングですが、ソニック編でカオスエメラルドを全て集めた状態だとこの後に真の最終ゾーン、ザブームデイが始まります。このゾーンは常時スーパーソニックで進むことになり、最後には真のラスボスが待っています。やっぱりスーパーソニックでラスボス挑むのテンション上がるよな。ほんとですよね。なんとも熱くなるものがあります。今作のステージはアクト1と2で全然雰囲気が違ったり、道中に敵が出てこないイベント重視のステージがあったりと、演出面に力を入れているのが特徴ですね。ナッコー編のオープニングとかにムービーっぽいのも入ってたもんな。ソニック1とか2も説明書にストーリー書いてあったけど、やっぱりゲーム中で物語が展開していくのは面白いぜ。前作のソニック3やその前のソニック CD でも多少の演出は入っていましたが、このソニック&ナックルズほどではありませんでしたからね。この演出面の進化も、今作が初期の集大成と呼ばれるゆえんです。また今作のスペシャルステージですが、ソニック3と同じくブルースフィアが用意されています。ですがステージは新たに作り直されており、さらにイエローボールという新ギミックが追加されています。このイエローボールは触れると大ジャンプするというもので、これをうまく使わないとクリアできないステージもあります。ブルースフィアがさらに奥深くなったな。今作でもスペシャルステージをクリアするとカオスエメラルドを手に入れることができ、7つすべてのカオスエメラルドを手に入れるとスーパーソニックに変身することができます。さらに今作ではナックルズも操作キャラなので、ナックルズもスーパー化することができるのです。マジかナッコー。ソニック以外がスーパー化するの初だよな。一応ソニック2でテイルスを無理やりスーパー化させる方法がありますが、公式では初ですね。ナックルズの場合はそこまで見た目は変わりませんが、能力的にはスーパーソニックと同様に、リングがゼロになるまで無敵状態になります。ボスを倒すのもラッチンですね。これは草。にしても普通のステージだけじゃなくてスペシャルステージとかスーパー化も進化してて、まさに集大成って感じのゲームだな。と、思いますよね。どういうことだ？ここまで今作の色々な要素について解説してきましたが、正直ここまでの話は基礎の基礎です。ここからがこの解説の本番。ソニック&ナックルズが初期の集大成と呼ばれる最大の理由である、ロックオンシステムについて解説します。ロックオンシステム？そうです。そしてこのロックオンシステムこそ、冒頭で触れたとんでもない仕掛けです。何度もお伝えしているように、このソニック&ナックルズとソニック3は一本のゲームを分作にした作品なのですが、当初の予定通り、この2つをまとめて一本にしたゲームを遊んでみたいと思いませんか？そりゃ遊んでみたいけど、そんなことできるのか？それを可能にしたのが、このロックオンシステムなんです。ソニック&ナックルズのソフトはこのような見た目をしています。普通のメガドライブ用ソフトがこんな感じなので、形状が違っていますよね。実はこのソニック&ナックルズ、カートリッジの上部が開くようになっておりそこに他のメガドライブ用ソフトを差し込めるようになっているのです。そしてここにソニック3を差し込むことで、完全版ソニックザヘッジホップ3をプレイすることができるようになります。なおこの完全版ソニックザヘッジホップ3は、通称ソニック3&ナックルズとも呼ばれていますね。なんじゃそりゃ、そんなことできるのか。今でこそ追加 DLC などが普通にありますが、27年前に、しかもソフトを物理的につなげて追加要素を発動させるというのはとんでもない技術力ですよね。このソニック3&ナックルズでは、ソニック3とソニック&ナックルズの全ステージをソニック、テイルス、ソニック&テイルス、ナックルズの中から好きなキャラクターを選んで遊ぶことができるという、完全版と呼ぶにふさわしい内容になっています。歴代最多の25ステージをソニック、テイルス、ナックルズの誰でも遊べるということで、文句なしの集大成と呼べるというわけです。そうか、普通のソニック&ナックルズの状態だとステージの数が昔より少なかったりテイルスが使えなくなってたり、過去作から退化してた部分もあったんだな。ソニック3&ナックルズになってようやく全ての要素が進化したことになるってことか。今度こそまさに集大成だぜ。これだけでも十分やる価値があるんですが、まだ追加要素があります。それは、カオスエメラルドの仕様です。前半のソニック3部分ではスペシャルステージの仕様は変わらないのですが、ここでカオスエメラルドを手に入れると後半のソニック&ナックルズ部分のスペシャルステージに変化が生じます。スペシャルステージの入り口であるスペシャルリングが虹色に輝き、触れると非分パレスのマスターエメラルドの前にワープ。するとそこにある台座にカオスエメラルドが配置され、その上に乗ることでソニック&ナックルズのスペシャルステージが始まります。そしてステージをクリアすると、なんとカオスエメラルドがスーパーエメラルドという宝石に進化するのです。さらに7つすべてをスーパーエメラルドにすると、スーパー化を超えるさらなる進化、ハイパー化をすることができます。なんだこの姿、初めて見たぜ。ハイパー化できるのはこのソニック3&ナックルズだけですからね。ソニックがハイパー化するとご覧のようにスーパーソニック以上に輝きが増し、移動中に残像が見えるようになります。もちろんこの時は無敵状態です。
さらにジャンプボタンを2回押すことでダッシュアタックというアクションが発動し、このダッシュアタックを発動するとなんと、画面内の敵を一掃することができるのです。なんだそれ、強すぎー。またナックルズがハイパー化した場合もソニックと同様移動中に残像が見えるようになり、さらに壁に捕まることで画面内の敵を一掃できます。一方テイルスの場合はもともとスーパー化ができなかったので、ハイパー化ではなくスーパー化になります。テイルス自身が無敵になることはもちろん、周りに4匹のフリッキーが飛び回り彼らが敵を攻撃してくれるようになります。テイルスようやく公式でスーパー化できるようになったか。ソニックとかナッコウのスーパー化より強いような。実は誰よりもポテンシャルを秘めているのかもしれませんね。このスーパーエメラルドやハイパー化といった設定は残念ながら今作以降出てきていませんが、すごくかっこよくてワクワクする設定なので、ぜひ復活させてほしいところです。また、7つのエメラルドをすべてスーパーエメラルドにした状態で隠しステージのザブームデイをクリアすることで、真のエンディングを見ることができます。これはソニック&ナックルズ単独での新エンディングとも違うものなので、遊ぶ機会があったらぜひここまでたどり着いてほしいです。ゲームのボリュームがすごいな。2倍どころの騒ぎじゃないぞ。この驚異的なボリュームも相まって、ソニック3&ナックルズは非常に評判がいいです。ソニック1や2と比べて移植が少ないので遊ぶ機会は少ないですが、遊んだ人は口を揃えて名作だと言いますね。ところで、このソニック&ナックルズの上部に他のソフトを差し込んだらどうなると思いますか？そりゃ何も起こらないんじゃないのか？分作になったのを一本にまとめる機能なわけだし。普通に考えればそうなんですが、なんとこのロックオンシステム、他のソフトでも発動するんです。例えばソニック・ザ・ヘッジホッグ2を差し込むと、なんとソニック2のステージをナックルズで遊ぶことができるナックルズ・イン・ソニック2が始まります。さらにそれ以外のソフトを差し込むと今作のスペシャルステージ、ブルースフィアで遊ぶことができます。しかもこのブルースフィアに関しては、差し込むソフトによってステージ構成が変わるんです。待て待て、ソニック3はもともと1本だったからまだわかるけど、他のソフトでも追加要素が発動するってどんな仕組みだ？もう訳がわからないぜ。ソニック3とソニック&ナックルズを分作にしてしまったお詫びに用意したらしいのですが、お詫びで実装するレベルじゃないですよね。ちなみにソニック1を差し込むと用意されているブルースフィアのステージを全種類遊ぶことができるのですが、ステージの総数は億を超えるそうです。いや、どういうこっちゃねん。こんな機能ですから、ソニック3やソニック&ナックルズを遊んだ人にとっては色々な意味で忘れられないのが、このロックオンシステムです。今年発売予定のソニックオリジンズにソニック3とソニック&ナックルズも収録される予定ですが、ロックオンシステムがどうなるのかも注目ポイントですね。それでは最後に、毎度おなじみ隠しコマンドについてご紹介します。今作の隠しコマンドは、ステージセレクトとエディットモードの2つです。まずステージセレクトは、マッシュルームゾーンのこちらの仕掛けに捕まった後に左、右、上。リングの音が鳴れば成功です。ついでポーズ中に A ボタンでタイトルに戻り、最後に A ボタンを押しながらスタートすることでステージセレクトに入ります。今回のコマンドはステージ中でやるんだな。そうなりますね。ですがソニック3のように時間の制約はないので、簡単に試せます。続いてエディットモードですが、これはソニック3&ナックルズの状態にしないと発動しません。まずはエンジェルアイランドで序盤のロープに捕まり、左、右、上、と入力。ついでポーズ中に A ボタンでタイトルに戻るとサウンドテストというボタンが現れるので、これでソニック3&ナックルズのステージセレクトに入ります。ここまで来たら次にマッシュルームヒルを選択し、先ほどと同様にこちらの仕掛けに捕まった状態で左、右、上。またタイトルに戻り、ステージセレクトで A ボタンを押しながらゲームを始めるとエディットモードに入ります。B ボタンを押すとリングに変身し、その後 A ボタンでオブジェクト変更、C ボタンで設置です。また今作ではそれらに加え、キャラクターの状態で A ボタンを押すと重力反転モードになります。新しいやつだな。デスエッグゾーンに登場した重力反転パートがどこでも使えるといった感じですね。さらに今回のエディットモードには、もう一つできることがあります。まずはアイテムボックスを配置し、そのアイテムボックスを破壊。すると、ハイパーソニック、スーパーテイルス、ハイパーナックルズに変身することができます。これはすごい裏技だな。先ほども紹介したように成功法でハイパーソニックたちに変身するのはかなり大変なので、手っ取り早く変身したい人はこちらの方法を試してみてください。以上、ソニック&ナックルズの解説でした。ナックルズが操作できるようになったり色々な演出が入っていたり、前編のソニック3と合わせることで圧倒的なボリュームに進化する名作。そんなソニック&ナックルズの魅力が少しでも伝えられていたら嬉しいです。これまでで一番ワクワクしたかもしれないぜ。ソニックオリジンズに期待だな。
このゲームに関する感想や思い出などありましたら、ぜひコメント欄に残していってください。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。